はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。相手を褒めてるのになぜか相手に響かない。その理由は承認の視点が一つしかないからなんです。今日は承認スキルには3種類があるっていうことについてお話ししていきます。以前褒めシリーズをお届けしましたが、この大事な部分が抜けてしまってました。多くの人はもう褒めればいいと思ってます。でも実際はどの視点で褒めるかによって相手への届き方が全く変わります。この3種類を知るだけで同じ褒めの言葉が3倍届くようになります。以下の3つは私がコーチングの資格勉強をしている時に学んだものです。今日は皆さんにお伝えします。そして皆さんチャンネル登録もお忘れなく。ではまず1つ目です。言うメッセージです。これはあなたはよくやった、あなたはよく頑張ったっていうふうに相手本人を直接褒める伝え方です。これはシンプルやけど直接ストレートに相手の自己肯定感に響きます。ただし上から目線に聞こえてしまうと逆効果なので言い方には注意が必要です。では続きまして2つ目です。これは愛メッセージです。私は感動した、私はすごく助かった。これは自分の感情を伝える承認です。これはかなり強いです。っていうのは人は相手の評価よりも相手の感情を大切にしています。例えばすごいですねっていうよりも私は胸を打たれましたっていう方が相手の心に残ります。はい、では3つ目です。これは We メッセージです。私たちメッセージです。例えば課長も喜んでたよとか部長もすごい褒めてましたよっていう、これは周りからどう思われてるかを伝える承認のやり方です。人は自分の評価よりも周りからどう思われてるかを気にする生き物なんですよね。だから第三者の言葉が入ると信頼度は一気に上がります。言うメッセージだけだとあなたが褒めてる、あなたが承認してるにしか過ぎないです。でも We メッセージだと周りもそう思ってる、周りも褒めてる、周りも承認してるっていうので社会的承認になります。これは人間にとって非常に強力なんです。では今日のお話をまとめます。まず言うメッセージです。言うメッセージは相手自身を褒めることです。あなたはすごいねとかです。そして2つ目です。愛メッセージです。自分の感情で褒めることです。私は感動した、私は心を打たれたっていう風に。そして最後は We メッセージです。これは周囲の評価を届けることです。この3つを使い分けれる人は人間関係がかなりうまくいきます。逆にずっと同じ褒め方をしてるとそのうち相手に響かなくなります。褒めることっていうのはただ単に褒めるのではなくてどう伝えるかによってだいぶ効果が変わっていきます。ぜひ今日からこの3種類を使い分けてみてください。そして皆さんにここで質問です。今あなたはどの承認スキルを使ってますか？ぜひコメントで教えてください。では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。これある方と本当に何気ない会話をしてた時の話なんですけど、私言ったんですよ。日曜日のちびまる子ちゃんを見るのがめっちゃ大好きなんですよって言ったら、相手が俺あれ大嫌いって言うんですよ。私なんでですかって聞いたら、次の日月曜日って思い出すから、で月曜日は仕事行きたくないからあれ見るのがもう大嫌いやねんって言うんですよ。私なるほどなって思いました。でも私は逆であの番組を見たらすごいホッとします。また平和な1週間が過ぎたなと思って本当にホッとします。だって3.11 東日本大震災の時ってああいう番組って放送されなかったじゃないですか。あの番組が放送されてるってことは今日も平和1週間、平和な1週間、日本平和ってことじゃないですか。
だから本当になんか幸せな気持ちになるんです。同じ番組を見て、うわ明日月曜日やから嫌やわって思う人もいれば、今日も平和な一日だったなって思う人がいます。人って見てるものよりもどこを見てるかで幸せって変わるんでしょうねって思いました。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。